どうも、あつしです。今回は投げの方のすみ返しについて解説をします。それでは早速始めます。ではすみ返し、まずはやっていきます。投げの方のすみ返し、まず第1度で相手と90センチの間合いから地ごたえになる。でそこから右足を下げる。でさらに左足を引きつけて、でそこから相手の内ももを蹴り上げて真後ろに投げるっていうのがすみ返しのやり方。ここから地ごたえになって足を引き下げ、でもう一個は近づけて、でそこから後ろに倒れながら相手の内ももを蹴り上げて投げるっていうのがすみ返しのやり方です。でまず最初の第1度、相手と90センチぐらいの間合いがあるところから地ごたえっていって、膝を曲げて腰を落として、でちょっとお互いにちょっと引き合ってるような感じの姿勢になるっていうのがすみ返しの一番最初のポイントで、地ごたえは右足を出して、でそこから相手の上腕を抱える、反対の手を相手の背中に当てて膝を曲げると。でここで背筋っていうんですかね、このまっすぐしておくと。膝はだいたい90度ぐらい、膝が曲がるぐらいぐっと腰を落としたこの姿勢になるっていうのが地ごたえです。膝を曲げて脇の下から背中に手を当てるようにする、こういう姿勢になるっていうのがすみ返しのポイント、地ごたえになるというと。で地ごたえからまずは前に出した足を一歩グッと引き下げると。地ごたえの姿勢から前に出てる足を引き下げて、相手を崩そうとすると。それに対して相手は受けはそれに合わせて崩されないように前に出るというのが第1度の動きで、そこから第2度は左足が前に出てる足、この足をぐっと引きつけながら相手を崩そうとすると。で相手は崩されないようにするために足を揃えてぐっとこらえようとするっていうのが第2度の動きと。第2度は足をぐっと引き寄せると。それに合わせて受けは足をぐっと揃えて崩されないようにこらえると。受けは第2度の時に足がぐっと揃う、ここがぐっと揃うような感じで受けるっていうところがポイントで、さらに取りは相手が足が揃ったところを相手が真ん前に崩れるように、ここで両手で相手を浮き上がらせるように崩しておくというところもポイントです。足の動きだけじゃなくて、ここから相手を崩す、でさらに崩そうとするっていう、ここのところ、ここも投げる前に相手がぐっと前に釣り上げられるというか、引き寄せられるようにしておくっていうのがポイントで、第3度投げる時に右足を相手の内ももに自分の足の甲が当たるようにぐっと引っ掛ける。ここで引っ掛けて、で自分の背中を倒しながら相手を蹴り上げて投げるっていうのがすみ返し。投げる時にここで自分の足の甲を相手の内ももにぐっと引っ掛けるような感じ
でここから自分がこう真後ろに倒れながら投げるっていうのが隅返しの投げ方です。この足をかけるところ、自分の足の甲を相手のこの内もものところにちゃんと引っ掛けて、でそこから真後ろに引っ掛けてから自分がこう真後ろに倒れながらここで最後蹴り上げて相手を投げるというのが隅返しの投げ方です。受けがここで投げられる時に足を出しながらこのまま受け身を取って前方回転受け身で立ち上がると。でその時の前方回転受け身をする時に通常は前方回転受け身っていうのはこの手をついて投げるんだけども、この脇の下に入っているので手をつくことができないから肘からつくようにして投げられるっていうところを気をつけてやってください。投げの方の隅返し、初めのこの地ごたえっていう姿勢が投げの方で、一番初めに出てくる動作ですので、この腰をしっかりと落として相手引き合うような感じの姿勢になる。そこからさらにこう崩して投げるという技で、投げる時にはこの足の甲を巴投げみたいに足の裏を当てるんじゃなくて足の甲を相手の足に引っ掛けて投げると。で投げられた受けは前方回転受け身にする時にはこう手からじゃなくてこう肘からつくようにして受け身を取ってもらえるとうまくできるかと思いますので、そのあたりを気をつけて練習してみてください。今回は投げの方の隅返しについて解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。大丈夫そう。ほんならこっち側がこれ後ろ回し。これはでもぶつかるいける？いいよ。両手で相手をぐっとこう浮き上がらせるように。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。